大相撲、大島部屋です。うおー、この迫力ですよ。そんなに投げれるもんなのかなみたいな疑いはちょっとあります。ちょっと嘘くさいと思うんですけど、受けてください。うわ、すごっ。はい、こんにちは、白川隆二です。阿部俊治です。阿部君来ましたね。来てしまいました先生。大相撲、大島部屋です。もう大島部屋といえば、元力士の旭天鵬親方が指導する注目の部屋です。実際にお相撲部屋に来てみて、力士の分厚さというか、すごいですよね。緊張感が鍛え抜かれたね。鍛え抜かれてますね。疲れますからね。さらに技術ねありますからね。超貴重な機会となります。ということで力士の方お呼びいたします。どうぞお願いします。この迫力ですよ。ちょっとよろしくお願いします。お願いします。局長力士合気道って見たことありますか？いや、ちょこちょこしかないですね。詳しくは見たことはないですけどんなイメージ持ってますか？そうですね、なんか演技やってるのかなっていう印象ですね。確かになんかね、結構言われますもんね。言われますからね。なんかテレビだとかなんか触らないで投げたりとかありますよね。そうですね。なんか昭和のやつ見たらなんか指だけこうやってやったらひっくり返ってるやつとかしか見たことない。こうやって携わることはなかった。合気道今日見ていただいて、そしてぜひ体験していただきたいと思います。お願いします。お願いします。じゃあ最初に合気道がどういう武道かっていうのをちょっと自由技といって技自由に行いますので、ちょっと見ていただけますか。では技いきます。ありがとうございます。はい、お願いします。っていう技とあと打ち込み系もありますね。はい、っていう感じです。すごい。目の前で見たら。すごい。ありがとうございます。どうですか、実際見ていただいて。いや、そうですね。やっぱ迫力はあるんですけど、そんなに投げれるもんなのかなみたいなは疑いはちょっとありますね。ありがとうございます。でも実際こう見るのとやってみるのと違いますよね。まあまあそうですよね。じゃあ実際に土俵ではい。ちょっと体験していただいてもいいですか？あ、わかりました。この二人が今日受けるので。はい。じゃあ今日ぜひ土俵で合気道体験してください。お願いします。お願いします。お願いします。美しい合気道。はい、ということで土俵に着きました。回しをつけていただきましてありがとうございます。でもなんか身が引き締まる思いですね。ということで早速合気道を体験していただきたいと思います。お願いします。お願いします。じゃあ最初ですね、合気道の代表的な技、小手回し、関節技いきます。これ手首を決める関節なんですけど、円運動からゆっくりちょっと嘘くさいと思うんですけど受けてください。どういう感じか。はい。こう掴まれた時の技なんですけど、掴まれます。こういう感じです。しゃがまないと痛い技なんですよ。例えばこう掴まれた時にこういう技です。手首を狙ってここ手首ターゲットが決まってます。マジで痛い。手首をこうひねることでうわ、すごっ。体を大きくてもこう手首関節って関節って決まってるので、その関節だけを狙う。これすごい。ありがとうございます。で続いてですね、投げ技もございますので、固定返し、これ固定、また手首関節なんですけど、返します。で倒れないとすごく痛いです。
手首だけにかかるのでいきます。いや本当です手首ももちろん少し効くんですけど、体さばきも入ってて、自分の中心軸を使って体のさばき、こうひねるさばきを使いながら自分の中心を落とします。マジで痛いですこれ。ちょっともうちょっといい技あるので、川口君。いい技あります。はい。今度は肩関節、今度大きな関節を決める四方内。こう腕をくぐって肩関節決まるので、これは。これもちょっとぜひ。ゆっくりやりますので。さっきは手首関節で出したんですけど、この肩関節、肘関節で出して結構大きいんです。すごいっすよ。さっきはこう手首だったんですけど、今度肘肩を狙ってます。うわっすごいっすね。舐めてたっす完全に。でこれのちょっと面白い側があって、もうちょっと大きくやると、大きな技っていう技が回転力を速くしてるので、ぐるっと、このさっきはちょっと危ないんですけど、危ない。肘からだけじゃなくて回転力つくので、ここからこの指をさこう引くのでさあ行くぞ。ちょっと優しい技もありますので、相手の関節行動を使います。いいですか、ここから今度全然そんなに関節を優しくなります。本来こう思いっきり肘とか決めるんですけど、それを使わなくても体さばき、ハスに相手の脇の弱いところに入りながら推進力、まっすぐの力で、はい、そうするとくるっとここからきますよ。優しいでもほら関節の負担が少ないですよ。いやすごいっすねこれが天秤なりという、ちょっといいですよ。ここから反対に。肘とか手首とか決まってはいないですけど、弱いところに入りながら推進力でっていうふうに入っていく。いや全然これ優しくない。う折れちゃうっすか。でもこうやって回ると受け身取っていただくとそんなに痛くないっていう、はい、でちょっとアプローチ変えて他の技もございますので、この3手首関節なんですけど、これは相手をこう連行するときとかに使う関節技にもなりますし、一直線に押さえること、関節を使いながら押さえだったりできる。ちょっとそうここでコントロールして、ここでさらにここで逮捕術なんですけど、鎌だから鎌のようにして鎌で決めて、あとここを関節決めながら下に落とし込めるっていう、これがぐーっとでこの動きに合わせてこっちに抜いてたりだとか、あとはこの動きからこういう動きからさっきこういうふうに入れていただいて、はいっていう感じですね。いってー。押さえ技がフッっていうふうにやってました。じゃあもう全然関節全く使わないやつでいきます。この引く技なんですけど、隅落とし系いきます。後ろ手に
瞬間にちょっと体重かける技で、はい、ここに走る。関節決まらない技です。相手の弱いハス方向に力を自分の内にかけていく。これは本当安全な、全く関節ですから。安全な。昨日の時来なかった。でも関節が決まってないですよね、これから。決まってないけど投げられちゃうんですよ、これは。あともう一個だけじゃあ、この肩甲骨うまく、まあ相撲ではこんな状態ないんですけど、もうはい、抜きの技なんですけど、抜き系。抜き技があるんですよ。結構体重差ある相手に使うんですけど、いいですか。しっかり持った時、なかなかこう力が難しい。ちょっとこう。はい。これ怖い。どうしたんですか？いや、気づいたら投げられて怖かった今まで。これ抜き系で結構面白い。はい、関節とかも決めないで自分の体を抜いていく。強く捕まえたらこっち側に抜くときに肩甲骨って美しい合気道。はい、ということで今回は大島部屋の力士の方々に合気道を体験していただきました。ありがとうございます。お願いします。どうですか、実際にこう見るのと体験するので。いやー、全然違ったですね。見るのとやっぱやるのじゃ。なんか見た時はちょっと嘘っぽいなと思ってたんですけど、嘘じゃなかったですね。全然信じてなかったんですけど、合気道の人すごいなと。ありがとうございます。怖くなりました。はい。まあ、嘘っぽい動きに見えるのはやっぱ合気道の技術が詰まってるからかなってすごく思いました。はい。やっぱ同じ武道なので相撲に共通する部分でやっぱ中心軸を使って投げる、重心移動だったりハスに入り弱いところを投げるっていうのもありますので、少しでもちょっと参考になれば大変嬉しいです。受け身を取っていただいたという形ですので、ありがとうございます。ありがとうございます。こんな硬い場所なのにすごいね。いや受け身ね。受け身さすがですね、やっぱり。現役の力士の方にこう触れて体験したりと本当に私にとっても非常にいい経験になりました。ありがとうございます。ありがとうございました。ということで皆さん、大島部屋の力士の方々の応援よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お願いします。お願いします。相手の力を利用してこの下に投げる。下に入っているときにこうひねる動作と一緒に。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。合気道学びたいですね。学びたいです。力士で合気道使っちゃいけないですよ、多分ね。指をこうへし折る動作以外は。あ、そうなんだ。そうかそうか。こう組んでもらって、ここからこういうふうに。あるね、あるね。今日いい経験したんでね。そうですね。めっちゃいい経験しました。いい経験してました。力で返すみたいなことはできない。さっき一瞬耐えようとしたんですけど、ねえね思いっきり転がされたんですよ。え。ねえ。我慢しちゃうともう怪我するんじゃないかっていうぐらい。怪我する。こう怪我してやるけど、逆にその流れに沿っちゃった方がいいってこと。それもちょっと大島部屋の方に。そうですね、そうですね。この後また違う力士体験しますんで。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。美しい合気道のすべてがここに。難しい専門用語を分かりやすく独自に言語化。知識ゼロから学べる合気道のしなやかで美しい動き。書籍美しい合気道、角川より発売。